つけてくれるまで卒業できません。高山手作りかくれんぼ今回は高山がスタジオを含む建物全体を舞台にしたかくれんぼを企画。メンバーはチームになってどこかに隠れている高山を制限時間内に見つけられるかに挑戦中。似てるちゃんと。前回は高山が仕掛けた数々のトラップでメンバーは大苦戦。生田の最後のソフトハグも飛び出したが発見には至らず。残り2組で高山を見つけ出し無事に卒業させることはできるのか。今夜最初の捜索隊はこちらの3人。まあ3階の別の部屋行こうか。そうですね。なんかね、じゃあ行きましょう。はい。高山かくれんぼ用意スタート。落とした。ポケットのもんが落ちちゃったよ。おじさんもう一番ビリになっちゃった。一番ビリになっちゃった。楽屋とか行ってみます。奥が楽屋なの？奥の。樋口の提案で乃木坂メンバーの楽屋へ。時代は。富永46。初？初ですね。なんか結構。ああれなんかすごい。あ本当だ。取れてる。あいっぱいあるよ。なんか置いてあります。ここでもここ絶対。行くよ。開けるよ。日村さん今ぶっ飛んでなかった。着替えボックスを開けると中からは真打ちが登場。油断していたのかとんでもない表情でぶっ飛ぶ日村。真打ち忘れてたな。そうだ忘れた頃に。真打ちまたいなくなった。わーって言うだけ。なんであの去り方。強烈な先制パンチを食らった3人はこの後高山の私物を発見。高山ここ座る。ここだよね。そこ。これ高山のやつなの？これも多分カズミのです。これ高山の帽子？そうだと思う。ちょっと日村さん似合いそうじゃんそのかぶって。あんま変わんないけどまあなんかイギリスの絵本に出てきそうだ。あんま変わんないな。でも何もヒントはないので。ない？いやあれが怪しいよ。だからやっぱりこれ。これ何いつもここで机の上の明らかに怪しいグッズに注目。一見普通のおもちゃに見えるがいやもうこれ完全じゃん。もうこんな銀色に巻いてないじゃんこれ普段ね。あ本当だ。あ本当だ。こんな巻いてないじゃん。なんでどんだけビリビリやらないでしょ。いかにもビリビリが来そうなおもちゃだが指示通り一つずつゲームに挑戦していくことに。なんか銀色の髪やだな。やだね。ビリビリする？いや来ないですよ。何？あビリビリしない。いやいや多分それゲームのやつでしょ。それゲームのやつでしょ。そう今回は全てビリビリなし。電流を恐れて時間を稼ぐのが高山の目的。いやこれなんで銀なのよ。いくよ。本当だ。可愛いじゃない。よしよしよし。いやもっとちゃんと押さないとダメだって日村さん。今のだとガチャって入ったかどうかわかんないじゃん。その後も何事も起きないままゲームは続き。すごい。あれもうあと3本ぐらいしかないじゃん。もう余計怖い。いや日村さんダメだって。もっとちゃんと指パンと置かないと。ほら食われた。ほら食われた。ビリビリしてる？何今の冷めたの？超冷めてんじゃん。ちょっとこれで終わっちゃうって。時間ないよ。どんどん行こう。これもうこれも関係ないもん別に。あ確かにもう出した方がいいのかな。今すごいやっぱり。今顔に当たっちゃう勇気があるから。確かに。これ何これ。あと2個あと2個あと2個。すごいですね。最後まで残るって。樋口上から見てた方がいいんじゃないちゃんと。全部はまってないんじゃないちゃんと。何なんだよ。何なんだよ。なんかないのヒントとか。何？なんだよこれ。 D とかは違いますよ。いやない。あ M な。なんかあった？なんかあったの？数字と文字。え？飛び出した黒ひげの足に書かれた謎の文字を発見。早速並び替えてみると 2HDMI。なんかありますよテレビ。何これ。ズー謎解き大好きですよね。テレビだよ。HDMI。プロテレビだった。すごいあの人やっぱテレビっぽいよね。すごい。ちゃんと声に出して動くから。これは関係ないもんだ。
あ、2。あったすごっ。なんか謎解きっぽくなった急に。これヒントじゃない？ゾクゾクする。 HDMI の2いくよ。左から読め。最後に出てきた場所にいる。モニターに表示されたこの暗号、高山の居場所に関する重大なヒントとなりそうだが、ここであ、終了。時間終了で惜しいな。残念でした。なんかちょっとヒントみたいなのが出たね。なんですかね、でも全然わからなかった。最後の捜索隊は日村、鈴木、カッキ。それでは高山かくれんぼラスト用意スタート。やっといつも元気なんです。すごい、3回目だ。のおじさんいつも元勢いよく飛び出した3人は再び3階フロアへ。いやなんでこれ一回スタジオ戻んなきゃいけない気。いやいや。するとヘロヘロの日村が番組でも使用したことがある部屋を発見。ここだ行こああ。あ何？どうしたの？いや剣道やってる剣道やってる。あれ？何ここ？扉を開けると高山の特技剣道の防具をつけた人物が。え、誰それ？もうこの中に高山いいんじゃない？これ高山いるだろ。あ、面の中見たらいいわ。あれ見せないね。正面行ってみないと。変態おじさん現るみたいになってるけど。これ田村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 。あ、これ高山あ、撃たれんだ。撃たれんだ。これ誰これ誰。教えて教えて。来た。みつきちゃん。あ、やばい人いたやばい人いた。なんかあるからこれ。左から読め。左だ。左からってどういうこと？本人関係あるの？その後くまなく探すも山下の左からは何も読めず、ここで一度剣道メンバーを忘れて部屋の中を調べることに。これ見るこれ見るこれ見る。はいはい。開けるようん。開けるよ。ゴミ箱から出てきたのは2枚の座布団。するとなんだなんだ。あ、なんか奪ってた。怖い。なんだ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 。どうしたの？日村さんなんか避けてる。怖い怖い怖い。触っちゃいけないの？置かれた置かれた。無言でセットされる2枚の座布団。さらになんかなかったのそんな。ヘルメットヘルメットヘルメット。あれ？なるほど。あ、なんか持って帰った思った。セットしてる。そういうこと。あ、叩いてポンだ。赤ずみ好きなやつか。赤ずみのやつだ。この後予想通りピコピコハンマーを見つけるとミッションがスタート。叩いてかぶってじゃんけんぽん、3人連続抜きに挑戦しクリアすればヒントが得られるという。大丈夫？剣道の人握れんのあれすぐ。だってじゃんけんできないもんねあれだと。おいおい大丈夫かよ。ポンコツ。せーの。叩いてかぶってじゃんけんぽい。あいこでしょ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 。勝った。この後は鈴木が難なく残り2人を撃破。あいこでしょ。見事3連勝達成。すると左から読め。左から読めだ。何これ？山下美月さんの、名前の通り山の下と美月さんだから。ナイスナイスナイス。あ、すごい。山か。しかし謎解きを始めたところで時間切れだってよ。ダメなの？もう時間切れなんで。本当に時間切れだそうです。ちょっともダメなの？はヒントをゲットして時間切れとなったが、何度も3階へ駆け上がった移動時間をロスタイムに設定。全員で最後の謎解きに挑む。
さっき山下左からで山の下読んでたね。そうだね、山の下を読むとカタカナ上からってなるんですよ。はいはそうなるとカタカナを今度上からってことは、乃木坂の間。そうだね。あ、カタカナだけ上から読むとね。そう乃木坂の間って何？どうした鍵？わかった何？あ、わかった。ひな壇下って書いてます。いるよここに。ひな壇下？こんなところに入ってないですよ。2つのヒントからひな壇下にたどり着く高山は本当にいるのか。ひな壇の下？パカって開いたりしないの？いや、開かないです。じゃあこっちだよ。こっち？前じゃない？あ、こう前か。いや絶対当たんないよここは。一番下にいたんだ。いたー。高山。遡ること2時間半前。はい、今から隠れます。ということでメンバーが来る前にひな壇の下に隠れた高山は収録中もメンバーの足元から状況を伺っていました。いやでもめっちゃ大成功、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。すげえな。これ謎解きのこういうのってのも高山が作ったの？これは。これ実は伊藤かりんちゃんにお願いして。かりんちゃん。伊藤かりんが作ったの？そうなんです。これ？すごい。ああいうビリビリとかはすごい量いっぱいあるんだけど、ビリビリはビリビリはすいません、私がオーダーしちゃって。多いわ量が。ということで高山、これ良かったですね。よかったね。本当に夢が叶いました。私スタジオ全部を使って宝探しをするっていうのが夢だったので、いやなんかね、毎回どうしたんですか？なんか汗とこんにゃくの汁となんか変な、ぶっちゃけ頭ベタベタで高山の帽子かぶってるからね俺。申し訳ないけど。はい、ということでね、大成功でございます。ということで高山手作りかくれんぼは大成功。はい、ということで高山企画はまだ終わりじゃないんですよね。そうなんです。すいません、欲張っちゃって。もう最後にですね、みんなで揃いの衣装が着たいっつったんで。違いますよね。高山一実が卒業前にやりたかったこと、それは最後の選抜発表の時に語っていた。言ってたよ。この間のマッチョの卒業を見て、最後の HK3 ですし、チューリップでもなので、日村さんとなんか歌って踊りたいなって思います。最後歌って踊って卒業したいなって思います。やりたいです、ぜひ。この願いを聞いた日村はこんなこと言ったんですね。いやだからやりましょう。そしたらもういやこんなこと言ってくれるのぶっちゃけ嬉しいですしね。高山の思いに応え全面協力を約束。日村と乃木坂のコラボといえば神宮球場で披露した伝説のインフルエンサー。今回は高山と日村がダブルセンターを務める卒業スペシャルバージョンに挑戦。何年ぶりですかね、インフルエンサーやるのってね。4年前。そんな経ってんだ。4年。あの時はサビからなんですよね、僕。サビから入ってきて最後まで。だから今回はどうせやるならね、ちょっと頭から言ってみたいよね。嬉しい。すごい言われるから、俺いまだにインフルエンサー面白かったですとか、乃木坂のファンの方とかにも言われるの、俺も嬉しいから、まあそういう人たちにちょっと喜んでもらうんだとしたらね、ちょっと頭から言ってみようかっていうのは思いますよね。ということで日村はこれまでやっていなかった冒頭からのダンスを一から練習し直し再習得を目指す。あ、緊張してきた。メンバーの振り付けと歌割りも再構成したものに合わせてあー、すごい。ハードスケジュールの空き時間を練習に当ててきた日村だが最初のところとか意外といけんのかなと思ったら、いけない全然相当練習しないとこれは
やばいですね。この一発勝負だからね、今回のは高山のためにやるから、ミスっちゃうとね冷めちゃうからね。そう、今回のパフォーマンスはスタジオでの一発勝負。たった一度きり、最初で最後の乃木坂工事中スペシャルバージョンを成功させて高山を華々しく送り出す。はい、じゃあ日村さん登場してもらえますかね。はい。日村さんどうぞ。皆さでかいでかい。いやあ、でかいでかいね。なんか衣装これ残しといてくれたらしくてね、テレ東音楽祭の時ね、一回この衣装でね、1回だけしか着てないんですよ。ええ神宮は着てないからね、久々ですけども。さあということで今回は前やってない部分もはい練習して、一応頭からね、ありがとうございます、でし本当に。かも緊張感出すためなのか、もうみんなと合わせてもいないんでね。ダンサーさんとばっかりやってて、あとは一人だから、ね、だからもう初なんだよね。これ一発なんで間違えちゃうとね。やばいのよ。でももうこれ高山がそうそうそうね、卒業前にやり残したらやりたいってことで、そうもうやるしかないよね。ありがとうござい結ます。構今日一日緊張してるから、俺これがあるからもうね一応脇毛が剃ってきましたからつるつる。マナーだからね。ヘイヘイヘイの時やっぱここで脇毛があると冷めますからね。ということでじゃあ、いい？本当にですか？何が？なんかポーズとかこれはそうやってましたよね。なんかやりたいの。いいよ。高山のだからもう高山がやるやつで合わせていい。高山といえばホジピースだと、あといいとこいいもあるし、とことアメージングとアメージング。いいよいいよ。でも高山バージョンなんだから、一番やってきました今までで。じゃあアメージングでいいんだ。アメージングでいいあそこね。ですかオッ？ケーオッケみんなもみんなもぜひよかったら。できる？あそこよ、あそこ。ー。距離は縮まらないのとこね。ならないのとこね。オッケー。 2個目のポーズ。さあ、はい。じゃあいいですか？はい大丈夫です。もう行くしかないね。ね、はい。ちょっと待って、後ろざわつきすぎ。ざわつきすぎですよ。緊張する。それでは高山、日村さんダブルセンターによるインフルエンサーです。どうぞ。インフルエンサー。インフルエンサー。知らないうちに僕は見回している。何度も君がどこへ何をしているか気になってしまうんだ。何今の？言えばいい、誰もが思うだろう。できない。君がいる場所が分かったら僕には地図になるんだ。はい以上、会話未満、恋はいつもよそよそしい騒ぎが聞こえないように世界から言葉なんか消えてしまえばいい。地球と太陽みたいに光と影が生まれて君を探してばかり距離は縮まらない。重量引力引かれて1から10まで君次第存在するだけで影響を与えてる。インフルエンサ地球と太陽みたいに光と影が生まれて君を探してばかり距離は縮まらない。重量引力引かれて1から10まで君次第存在するだけで影響を与えてる。ー。インフルエンサー。ブン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 。
いや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 どうだった高山。いや緊張して本当にでもめちゃくちゃ楽しかったです。楽しかった。あ、井村さんどうでしたか。大はどうでした？いやいやよかった。俺はもう完璧だと思ったけど、なんか間違ったりとかあったわけない。いやちょろっと忘れたとこもあった。ぶっちゃけ本当？あ、全然感じなかったけど。一瞬日村さんがいなくなっちゃったと思って。いやそこはやっぱその時にここにいらっしゃいましたよね後ろに。これずあそこはーっと本当に並んでくると思ったの。井村さんずっと後ろでこうやってたよ。あ、そうだったんだ。あれも決まったね。アメージング。アメージングも。はい。アメージングみんなバッチシ。ありがとう本あれ秋元のこういうのやんなかった。いつもは肩叩くとこだったんですけど。あれ肩叩くんだ。あれ肩叩くとこなんだよ。急に頭叩く。なんなの？ああいうのも初めてなんだ。笑っちゃうよな。あと途中に呪文のように。あれもう最初笑っちゃったんだよ。俺もあの歌でやったら俺もこの本番が初だからいい振りが来た時その振りが抜けた時にあれもサプライズで一応ね俺も参加しようと思ってあ、そっか。ミックスしてくれるって言ったから技術さんが全然ミックスじゃないのよ俺だけが立ってくるからすごいよくみんな真面目な顔でやってんね。当。こらえてました。めちゃくちゃ苦しかった。これもそうか知らないでやってんの。高山もったいないね。もう本当またいつか。もうでもできないか。もうでも一生見ますこの V を。一緒ね。いや本当に素晴らしいと思います。よかったよかったいやみんなもね。みんなもありがとう。本当に素晴らしかったです。さあということでこの格好のままですけど。そうですね。ね、高山がねもうこれで本当に最後このトーク。最高寂しいですけどね。寂しいね相当寂しいね。いや高山はもうでもさ特にこう乃木坂の中というかメンバーからもすごく慕われていろいろとなんか泣いてる子がいるとこうね大丈夫とか言ったりとかさで番組なんかでも率先してこういろいろやったりとかいや高山の本当になんかおかげで他のメンバーとかも引っ張られる一生懸命やろうとかなんかこう前向きな気持ちで番組に挑むようになった最初の先駆者というかいや本当そうだは高山な気がするよね。いやマダムさんのおかげです本当に。いやいやでもどうですかこの乃木坂に入ってそれは本当に良かったんじゃない？もう本当に良かったです。ね乃木坂じゃなかったことを想像するとめちゃくちゃ怖くて、あの時に応募用紙を見つけなかったらとか、なんか私二次審査の時に言わなかったんですよ親に。4時ぐらいの時に行ったんですけど、一次審査受かった書類だけで正直満足しちゃってて、私今までアイドルのオーディションいくつか受けたんですけど全部一次で落ちてたんですよ。なので初めて受かったで満足しちゃってもういいかなって思ってたんですけど、ちょうどおばあちゃんがベッドを買いにその東京に行くっていうベッドを買いにちょっといいベッドを買いに東京に行きたいっていうことだったので、じゃあ私も行きたいって言ってついていくふりをしてちょっと抜けるねって言って二次審査に行ったんですよ。これで通っちゃうわけじゃん。通っちゃいました。で4時ぐらいでサインが必要になっちゃったんで、でその時にお父さんに言って、でお父さんは最終審査の日祭りとかぶってるなって言って「お前どうせ受かんないんだから祭りに行ったらどうか?」みたいな。で祭りに行けと。はいで私も祭りが大好きだったんで祭りが大好き。はいなんで「いやそうだよね」と落ちて祭りに出れないの一番最悪だよねってだけど結果的に前日ちょろっとお祭り行ってで乃木坂のオーディション受けて受かったよっていう報告を帰ってからお父さんとお祭りの皆さんのところに行ってお祭りのところで発表したわけ。行ったんだ。そうですそうです。そうか。まあ本当こう高山みたいなメンバーのねなんか意思を継いでくれる後輩がねいっぱいいるよね育ってくれるといいよね。なんかじゃあこの番組をね見てくださったファンの方にはいメッセージ、今日はライブ見に来てくれた人もいるだろうね、いっぱいね。はい、この10年間たくさんの人に愛されて自分で愛されてってないやいいんじゃないかな。愛されたでしょ。愛をいただいて本当にアイドルって素晴らしい職業だなって心から思って今この瞬間とっても幸せのまま卒業できることを嬉しく思います。皆さんと出会えたこと、そしてこの時間帯でずっと乃木坂の番組ができたことをとっても嬉しく思います。本当に今までありがとうございました。はい。ありがとうござい同じことます。言ってそう。卒業ライブでも同じこと言ってそう。どうしよう。はい。じゃあ花束をね。やったー。ピンクだ水色だ。ありがとうございました。やったー。2つもありがとうございます。拍手届いた。ベストアルバム収録曲「最後のタイトハグ」のミュージックビデオが公開。